人の時を思う MT の提供でお送りします。どうも MT 宇治のおすけさんです。お久しぶりです。今回はフィギュア制作をしていきたいと思います。ですが、フィギュア制作自体は初めてで、その一回もフィギュアっていうものを作ったことがないんですよ。なんでパソコンとかあと、YouTube とか見ていろいろ勉強してきたんで、それをもとにチャレンジしていきたいなと思います。はい。で、今回作るフィギュアがですね、こちらになるんですけど、私が以前趣味で制作したスタンドの二次創作として作ったものを制作したイラストなんですけど、名前がハッシュタグって名前のスタンドです。今回フィギュアの原型を作る作業なんですよ。色塗り塗装はしないで原型だけ作るっていう作業までを解説していきたいと思うので、とりあえずそれに必要な道具を一式 Amazon で買ってきました。この中に粘土やらいろいろ入っているので、今から開封していきたいと思います。これだけ見てもわからないと思うんですけど、はい。こういうものです。なんかオペに使う器具みたいなものをですね、ちょっとさっきホームセンター行ってきて買ってきた針金です。これで、まずフィギュアのサイズとかを決めます。で、サイズをもとに、骨組みを作って、そこに肉付けを粘土でしていくって感じです。はい。じゃあ今から作っていきましょう。で、フィギュア作る粘土って調べたら2つあって、そうですね、スカルピー粘土と赤粉粘土っていう。でもすごく悩んだんですよ。そのスカルピー粘土っていうもので作るのが結構上級者クラスの人たちなんですけども、やっぱりその上級者が使ってるってだけあってコストもだいぶ高いんですね。なんで仕方なくこの赤粉粘土を選びました。赤粉粘土の中でもたくさん種類があって、で僕が一番心配していたのが、その乾燥して固まるじゃないですか、粘土が。その時に表面にひび割れが出てきたりするんですね。紙粘土触ったことがある人とかは分かると思うんですけど、表面にひび割れが出てきて、それはちょっと悲しいなって思っていろいろ調べた結果、この粘土が一番いいってことが書いてありました。ラドールプレミックスって書いてます。おすすめらしいですよ。で、赤色バージョン、これは少しその粘土自体が硬くて細かいパーツとか、あと今回のフィギュアはないんですけど、例えばマントとかヒラヒラしたものを作る上で
はい、今途中経過なんですけど、だいぶ表面にひびが入ってきて、思ったよりも早く固まってしまったんですよね。なんで作戦を変えていこうかなって思って、今から Amazon でパテを買います。パテでパテ盛りっていう作業をするんですけど、このひび割れの部分とかをそのパテで埋めて、修復するって感じでして、そのパテで腕とかも作れると思うんですよ、多分。腕と手、スタンドもね、人間と同じで、この季節になるとひび割れはい。で、前の撮影から1ヶ月ぐらいが経ちました。今現在、全身の表面にパテを持ってって、で、だいたい筋肉の形とかを自分好みに整えていった感じです。今からこの細かいパーツとか作っていきたいなって思ってるんですけど、その前に一回サフがけして、でその細かい表面の傷とかを確かめながら、ちょっと気分転換にサーフェイスは吹いてこようかなと思います。
It's over, Johnny. It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off. はい。で、一通りサフを吹き終えました。で、うっかり、部屋の中でスプレー吹いちゃって、で、顔にもさーって吹いちゃったんで、今、顔の色がグレーになってます。はい。ある程度表面をきれいにしたのはいいんですけど、もともとボコボコだった部分が、やっぱりサフでカバーできなかったってことで、当たり前ですよね。Amazon で買ったグレージングパテってものを今から使っていきます。別名トキパテって言われたりしてます。このトキパテを使って表面に塗るようにして液体状のパテを塗っていきたいなって思います。完成しました。こちらが私のスタンドのハッシュタグです。完成といってもまだ色はつけてないんですけど、とりあえず疲れたんで今回はここまでで一回作業を中断して、で次回からまた色塗りしていきたいなって思うんですけど、表面とかに細かい傷がまだ全然残ってるんで、それはぼちぼちやってって、結構昔からうちにいたスタープラチナとクレイジーダイヤモンドなんですけど、この色にグレーで近づいたんじゃないかなって思います。サイズ的にはね、もうこっちの方が圧倒的にでかくなっちゃったんですけど、意外とスタープラチナってこのスリムなんですね。思ったよりで、大体2ヶ月くらいの制作期間なんですけど、そうですね、赤粉粘土で始めたのが間違いだったかなって今になって思ったんですけど、ひょっとしたらそのスカルピー粘土でやってたら1ヶ月ぐらいで終わってたかもしれないんですよね。いや、そんな気がするだけなんですけど、次はできたら赤粉粘土じゃなくてスカルピー粘土使ってやってみようかなって思ってます。そう、大事なのはその諦めないで挑戦し続けるっていう心だと思うんですよ。それによって自分の作りたいものを実現していく、実力がついていく、そんな気がするようなしないような、今のカットだな。そんな感じです。
ではまた次の動画でお会いしましょう。では。え